もしくは次のジンベエかビーかわかんないけど、仲間になったキャラクターの数字っていうのが出た時にスリラーバークの終わりなんですけども、はいはい。ここでキャラの使いなんだと思う？これはね、この街大好き。どうも、小雪です。どうも、トイです。トヤさん。はい。やっぱワンピースの醍醐味って言ったら何ですか？ワンピースの醍醐味ですか？それはやっぱりね、プリンちゃんの可愛さ。ちょっとボケの精度もちょっとマイナスな感じで。はい。はい。はい。ということなんですけども、やっぱり伏線とか、謎解きとか、そういうものがいいと思うんですよ。もちろんバトルとかもかっこいいんだよ。そうですね。スカッとするしね。でもやっぱりそのワンピースって何なのとかさ、ラフテルどこにあんのとか。気になる、気になる、気になる。その大枠のストーリーをなぞってて、もう終わりに近づいていく。はい。でも確信に迫っているのちょっと。はいはいはい。その歴史的なものね。そうっすね。だから、昔散りばめられた伏線が今回収されようとしてる部分がたくさんあるわけ。はい。その中でも、未回収の伏線で僕が今これを知っといたら、この作めっちゃ面白くなるんじゃないかっていう10選を選びました。はい。多い。じゃあ、ちなみに今までやった伏線の中で一番良かったよっていうのは何かありますか？もうすでに判明したやつですか？そうです。判明したやつで一番良かったの。はいはい。やっぱりね、エースのタトゥーでしょ。それ。そう。間違いないね。もうあれはね、もうみんながね、びっくりした。もう芸術的よね。そう。僕ね、結構いろんな伏線って言われてんじゃん。はい。ワンピースって。でもね、僕の友達がね、すごい伏線大好きなやつがいるの。いろんな作品の。ほう。そしたら、ワンピースのってほとんど伏線じゃないよって言ったのよ。それどういうことかっていうと、伏線って、みんなが謎じゃないかもって分からない状態で後でそれそうだったんかって気づくのが伏線やからなんだよ。はいはいはい。つまり例えばワンピースって何かっていうのは伏線じゃない、ただの謎じゃん。それってなるほど。だからルフィの母親って誰かっていうのは伏線じゃなくてもう言われてることやん。謎が牧野さんの子供の父親誰なのとかさ、そういうことは今回省いてます。あくまでもみんなが気づいてないようなところで今後それが後で伏線だったんだってなるような謎を用意してます。神木さんみたいな曲ですね。そうそうそう。10個選ぶのめっちゃ大変やった。おお。まずは1個目ね。はい。王道なとこからいくわ。はい。まずは、ワンピース一巻にも登場しております。ああ。わかった。わかってしまった。なんすかなんすか。ヒグマ再登場。第6話、1人目。はい。この丸人目のね、やつ。はいはいはい。これもう有名だよね。はい、有名ですね。そう、今のところロビンとチョッパーだけ丸人目っていう名前が出てない。出てないですね。そう。だからなんでそれが出てないのかっていうことは、意外とアニメを見てる人たちはわからない部分じゃん。これも今でこそ有名な伏線というか、考察材料になってるけど、当時読んでた時はわかんなかった。そうっすね。たまたまチョッパーとロビンがないだけとしか思わない。それってロビンとチョッパーが終えて、フランキーとソゲキンが加入した瞬間に初めて伏線になり得たわけ。そうっすね。そう。だからこれもしかして伏線かもって今読んでる中でも気づいてないことまだたくさんありそうなの。後になってそれ伏線だったんだって中ではこれがすごい一番わかりやすいの。確かに。そう。これであとチョッパーとロビンもしくは次のジンベエかビーかわかんないけど仲間になったキャラクターの数字っていうのが出た時にまた深く面白く過去編がなってくる。これがまず僕の1個目なんですね。はい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 。まあこれは有名だからそんなこといちいち言わんでもってもうこれはみんな知ってますね。ね。で2個目もちょっと有名なとこからいくね。ウソップの嘘関係。はい。みんな大変だ、海賊が攻めてきたぞーってシロップ村で言ってるわけやんか。まあ最初からウソップっていう名前やから鼻も長いしキノピオっぽいし嘘つくんだなーっていうところで行くんだけど、この時はただ単にそういうキャラクターがいるんだなって思ってるぐらいなんだけど、だんだん物語が進むにつれて、あれこれもしかしたらウソップがついてたら嘘のこと言ってんじゃないってことに気づいてきたわけ。そうなんすよ。でしょ。そう。金魚の糞とかね。そう。いろんなことを今でこそ分かりやすく描かれてるけど、まだまだウソップのついた嘘はこんなもんじゃないんで、で実際にウソップの部下1億だったりするわけですから、だからどの嘘が本当になるかっていうのも楽しみだし、意外と実際になっていることでも振り返らないとわからないウソップの嘘もあるんで。そうっすよね。そう。気になるのはね、やっぱりね、ワンピースの正体を知ってしまったら死んでしまう病ね。そう、だからウソップ死ぬのかみたいなね。そう。でもウソップが死ぬことはまずね、考えられないんでね、ちょっとストーリーの流れ上ね。だからどこまでがね、
その達成されるのかっていう。で、また新しい嘘も多分ついていくと思うんですよ。確かに。そう。だからそういうところも注目なんですよね。ワノ国だったらガマの油はどうなのかとかね。そうそう。細かいところまで含めたら、もうキリがないぐらいある。だからこういうところもいいかなと思って。そう。ここからはちょっと、マニアックなポイント。マニアック。はい。お、50巻。50巻。はい。50巻といえばスリラーバークの終わりなんですけども、はい。ここで白い霧は折もよく今日も立ち込めて、海の海域の顔色を白いベールで包み隠すという風に、あとその島が冒険が終わって、サニー号で、ブルックを新しく仲間に加えて、出航するんですけど、あれは俺たちが七部会の野郎にっていうところで、ゴーって言ってる。これ何だと思う？これはね、でっかいね、やばいやつなんよ。それでっかそうやろ。だからこれ生き物かどうかもちょっとわかんないんだよね。これね、面白いのが、目らしきものが2つキランって光ってるじゃん。じゃあこうなった時に1個問題出していい？夜男性が道を歩いていて、2つのライトが前から迫ってきました。惹かれるって思いますね。でも目をつむってうわーダメだって思った瞬間、その光が通り過ぎていきました。なぜ男性は助かったんでしょうか？車が幽霊やったから。車が幽霊とは意味がわかりませんけども。いや、霊体の車やって。霊体の車？ややこしすぎんね、それは。そういうものもあるよ。あ、なるほどなるほど。まあこれは意見を置いておきまして、正解は2台のバイクだったんですよね。まあ簡単なクイズなんですけど。だから2つ光ってるから、それが目っていうのは意外と先入観から来てるものなんですよ。だから2つの何かかもわかんない、それって。そう、だからこれが生物かどうかなのかもわからない。なるほど。光なのかどうかもわからない。そう、でもこれは必ず、この2コマしか出てないんだけど、必ず絶対どっかで描かれる。そうっすね。そう、でもこれが一説にあると、ズニーシャ。だから今ね、造編を終わって、見てる人はわかると思うんですけど、でっかい像ね、の目だったんじゃないかと思うんだけど、ズニーシャ目光るんや。でも、その新世界からどうやって前半部に来てるの、あんなでっかいなりしてとか。確かに。もっとまたぐ方法があるのか、いろんなことも考えなきゃいけないけど、この2つの、なんか目みたいな光が、絶対今後描かれると思うんですよ。なるべく早いうちに。で、それが僕の中で注目してるポイントなんです。これ皆さんちょっと覚えておいてくれたらちょっと面白いと思います。ゴーって言ってるんで。僕の予想はね、これね、イム様。どういうこと？イム様が見てるんですよ。命令したから、多分。でっかない？でっかない？もう七部会ちゃんと働いてるかなと思って。自ら現場に降りてくるやつみたいな？そうよ。あいつ結構現場行くから。あ、そうなん？そう。あいつ結構いってそんなシーンあったっけ？いや、多分そうなんよ。描かれてないだけで。ちょくちょく、実は影は中にイム様が潜んでるとか。その宇宙人ジョーンズの CM で知ってる？いいの、それが見えたら終わり。こんな感じで、どう面白いでしょ？めっちゃ面白いです。ね、なんか、あえて回収されてない、もしくは、この小屋ちゃんをね、めちゃくちゃ好きで見てくれてる人なら、そんなこと知ってるって人多いと思うんだけど、意外とさらっと一回見ただけの、あんまりワンピースが詳しくない人だったら、そうだったんだって気づく結構あると思うよ。続いて4つ目。62巻。62巻。無人島がワクワクするとこですよね。ここで新しい、アイテム出てくるんですよ。強薬、エネルギーステロイド。ES！ そう、玉手箱のね、なんかで、この ES って、パワー増強剤みたいな風に言われてるんですけど、こういう説明がね、されてます。このエネルギーステロイド、1粒飲めばさらにその倍、20倍の腕力、2粒でさらに倍。この夢のパワーの代償は削り取られる命。しかし、我々は死を厭わず計画を実行するっていう風に言われてるんだよ。だから、言ったら、ドーピングみたいなもんじゃないですか。ドーピングっすよね。でもね、これなんでこれを出すんだろうって思うんだよ。いちいちね。その、竜王国の玉手箱に収められていたエネルギーステロイドの本当の存在理由と製造方法については謎なんだよね。普通にその場に存在してるんだけど、ワンピースって絶対なんか存在する意味みたいなのがあるじゃん。だからこれが別になくたって物語が成立しているのに、で玉手箱あげておじいちゃんになっちゃったでいいのに、わざわざ筋肉増強剤みたいなのがあって、じゃあ誰が何の目的で本来作って玉手箱に入れてたのって。でこの玉手箱に絶対作って入れた人物が存在するんだよ、過去に。じゃあ合水も似たような理由ってこと？そういうアイテムたちが一体誰が作って
って何の目的でそこに置いているのかっていうことがさらっとアイテムの説明だけされてるんだけど、それ以上の説明がないから僕はこれは伏線の一つだと思ってるのね。なるほど。そう、なんかの島の過去編で昔こうやって力を手に入れようとして研究した科学者がいてみたいな。なるほど。それがエネルギーステロイドだったみたいな。はあ、ありそう。そういうことは、まあ魚人島編なんてノアの意味とかルフィがその魚人島を滅ぼすとかいろんなことが未回収なんで、そういうところに伏線って思いがちなんだけど、それはあらかじめ言われてる謎であって伏線じゃないじゃん。こういう何気ない描写で後でそうだったんだみたいなのが僕は本当の伏線かなと思ってるんだよ。魚人島はね、もう未回収の倉庫なんでね。未回収って何それ？いやもう在庫みたいな。いやそれって何？売れ残ってる在庫みたいになってるんですよ。いや出荷、これから出荷されるから。未回収ってさらに言葉悪すぎる。よっぽど在庫抱えてるんよね。君がなんか T シャツみたいな。ちゃうよ、躍動感 T シャツ大人気やからね、みんな販売中でーす。はい、僕たちネットショップもやってますので、ぜひ興味ありましたら概要欄から見てください。なかなかマニアックなとこ来たでしょ。はい、次5つ目ね。はい。で今度は魚人島を無事出港しまして、66巻。ほう、ってことはパンクハザード。そう、パンクハザードに上陸するんだけど、ここでまあ炎のね島となんか吹雪の島みたいな2つに分かれてるので、それ自体がもう謎すぎたり、ドラゴンが出てきたりとか、そういうところに目が行きがちなんですけど、ここですごい重要なのは、巨人、いや巨人よりでけえぞって言って上陸したルフィたちがすっごいとてつもなくでかい頭蓋骨を発見してるんだよね。これ何とまず。おー、確かに。そうだ、いちいちこれ書く必要あんの？確かにな。こんだけでかいのって、古代巨人族。オーズ？そう、魔人オーズとかのレベルでしょ？はい。そう、だって明らかに巨人よりでかい頭蓋骨がそれ落ちてるんだから。なるほど。どう思うこれ？古代巨人族確定で。確定にいいの？判明しました。判明した。まあ、パンクハザードって言ってね、高橋さんも考察したように、もしかしてカイドウが関係してるんじゃないかみたいなね。そういうことも言われたりすると、だから、なんか、でっかいやつがあるんだみたいなこともなんかカイドウのおじいちゃんやわ。そうね、それさっきも言ったんだけど、すごくさりげなく小田先生謎を出すんだけど、その次にもっとでかいインパクトのある謎を出すからかすむんだよ、こういうのが。確かに。このでっかい巨人よりでかい頭蓋骨が出た後に何が出たかっつったらドラゴンが出るんだよね。そう。だからドラゴンにみんな目がいっちゃうから、このでっかい頭蓋骨のことを忘れがちなんだけど、そうですね。さっきのスリラーバークの目と同じように、なんでこれ隠しちゃったんだと。確かに。その辺を、多分今後見てたら、古代巨人族とか、またオーズみたいなやつが出てきたり、パンコハザードっていう謎の島の歴史みたいなのが分かる瞬間があった時に、この頭蓋骨の意味が分かってくるんじゃないかと。これ覚えてほしいポイントなんですよ。これ。やば。熱いっすね、今の。そう、熱いでしょ。みんな忘れてるでしょ、結構。まあね、赤色のマグマだけに熱いね。どうしたどうしました？もしかしてあの記事のようにみんな冷やされました？噛んじゃったな、今。はい、続きまして。まあ、ドレスローザ編も終わりまして。終わりました。82巻ざわつく世界。造編ですよ。ざわついとった時代ね。いや、ざわついとってましたよ。ざわついとった時代って何？まあ、造編なんかさ、すごい重要やん、ロードポーネグリフがあったりとかね。まあ、ずっとあんな35000メートルだったっけの像が歩いてたりとか、今までよりも規格外のことがたくさん短期的に起こるんだけど、その中で重要人物、猫マムシの旦那、犬嵐講師。猫と犬ね。すごいペット感覚で言う。覚えてるね。で、今でこそ和の国でもね、ちょっと出てきたりとか、重要なことはまあ分かってて、まあ無事ね、侍をかくまってた。守り通して感動的な出会い。そっからムゲラの一味たちと行動を共に接してんだけど、出会った時みんなこれ覚えてる？おい化け猫、今私が金右衛門と話していたんだ。湯河原と話すのは気分が悪いのを思うてなって喧嘩してんだよね。だから昼の王、夜の王って言って二分割されて統治してたわけやんか。でもこれなんで喧嘩してたかって実は書かれてないんだよね。確かに覚えてないでしょ。だって昔あんだけ仲良かったのに、今この王を同じ土地なのに時間帯を分けて治めなきゃいけなくなる理由どこにあんのって。なるほど。そう、だからミンク族は光月家と
まあそのちぎりを交わしてる中だから、昼と夜、まあ、日交代制にして、しっかり像を守っていようよっていう意味で、昼の夜の方で分かるやん、意味が。でも、喧嘩して仲が悪いから2つになってる。はいはいはい。で、しかもこの後がすごく重要で、桃之助が、喧嘩などよせ犬嵐、猫まむし。あんなに仲の良かった2人がなぜ先から殺し屋のような喧嘩をするとござる。もう二度と喧嘩は許さぬって言ってんだよね。で、次。父上のことが原因ならなおさらでござる。こんな2人を見たら父上は悲しむぞとなってるわけですよね。まあもうコミックスで出るから言っちゃうと、桃之助っていうのは20年前から時様の時々の実の能力で20年後の今の時代に飛ばされてるわけや。そうですね。だから子供の桃之助がここで2人のことを知ってる、まあ伏線を回収されてるわけなんだけど、2人が仲の悪かった理由だけはまだ書かれないんだよ。確かに。そう。だから父上のことが原因で2人が喧嘩したことが、ワノ国の過去編で絶対重要になってくるって僕は思ってるんですよ。うわ。だからここの事実をみんな思い出しといてほしいんですよ。これ俺分かってしまったかもしれない。何？おでんにからしつけるかつけないかでめっちゃ喧嘩してる。俺はつけない派ですね。つけるわ。あ、もうあかんわ、バチバチやわ。あ、じゃあ僕朝更新担当。そうそうそう。夜更新担当。そうバチバチや。バチバチや。もうこれ父上のことやから、おでんも。皆様、明日から声聞いチャンネルは日本投稿になります。ほんまにやる。やだ。次7個目。はい。じゃあそのね、ズニーシャさん、クソでかい象なんですけど、この人なんで歩いてるんでしたっけ？海をずっとさまよって。覚えてますか皆さん？ダイエットやったっけ？いや、あんたもしなさいよ。なんか罪をね、そうそう、罪を背負って、償えるたびになんかずっと歩かされてるって感じじゃんね。で、それは書かれてるからいいと思うよ。で、僕それ自体は何も思わへん。なんかしたいんやろな、みたいな。一番重要なのは、命令した人物が存在するってこと。おお。そう。なるほど。あんなでっかい像で、言ったらもうジャックなんか、もう鼻パワーでピャンって吹く。そうよ。10億の首をね。そう。所詮相手が能力者だって、あんだけでかかったら水パーかけて、もうブクブクって沈めることができるってことは、史上最強の生物って言われてるカイドウに匹敵するぐらい強いはずなんだよ。確かに。そう。でも、そんな強いズニーシャがなぜ命令に従って歩き続けてるのか。じゃあ命令した人物はよほど強いんだよ。多分。よほど権力があるか。確かに。よっぽどの影響力のある人物。確かに。強さとかも。だから、今までワンピースの中で出てきた登場人物も含めて一番最強なのは、ズニーシャに命令した人物かもしれない。確かに。そう。そう思うと、ロマンが広がるやん。おお。歩いてること自体は確かに謎が今後回収されると思うんでね。でも、人物が一番気になってるの、僕は。確かに。そう。卑弥呼様かな。どういうこと？なんで邪馬台国になったの？いや、偉い人やから。いやいや、もっといけんや、偉い人。聖徳太子？なんでそんななんか弥生時代あたりになるの？いや、昔やからズニーシャも。いっぱい歩いてるから。なるほど。そうそうそう。いっぱい歩きながら。そうそう。考えてるかなと思って。なんであれ考えてんの？これ、緑はあったな、みたいな。いや、安倍総理ぐらいの言うことで聞かへんと思うね。ちょっとそれ、待って、ずれてくるんで。そうだよ。なんで安倍首相ってなんで日本なんだよ。せめて和の国言って。なんで急に日本になったんや。次、8個目。はい。皆さん。行動のボリューム上がってきましたか？上がってきました。楽しいでしょ。思い出すっていうのが。はい。映画は今回入ってません。キャプテン・ジョンのトレードマーク。おお。はい。まあこれも有名なんですけど、いまいちほわっとしてないみんな。そうですね。いよいよ大詰めになってまいりましたね。はい。次なんですけども、まずね最初に言われてるのはその50巻。ほう。そう50巻また出てくるんですけど、スリラーバークでお宝をゲットするんですよ。でそのお宝でその財宝がねもうサニー号に積まれてるところで。たくさんお宝がある中でもう何が幸せそうと、その中でルフィはその財宝とかよりも、そのガラスのねバンドかっちょいいなっつってここにはめるんですよ。確かに確かに。そうそう。それならいいわよ宝石じゃないからって何を許してくれるんですけど、このずっとそれ以降冒険にこれつけてるんですよ。でこれが何かって言ったらキャプテン・ジョンのトレードマークなんですよ。そうこれすごく重要で、インペルダウンの時にそのバギーと会った時にね、そのキャプテン・ジョンのトレードマークをもらえる代わりに協力するみたいな。そう。まあ僕たちはルフィが楽しかったらそれでいいし、ワンピースを目指してる中で別に財宝やお宝に僕らが興味あるわけじゃないんで、まあそんなもんだろうって言うんですけど、キャプテン・ジョンっていう名前がとにかく出てくるんですよね。そう。はい。で、これバギーたちが言ってるところで、かつて財宝のために残忍の限りを尽くしたというかのキャプテン・ジョンが財宝を隠した伝説の洞窟。ああ、そうともここ
殺し進めいいか財宝には万人や罠がつきものだ、油断すると命はねえぞっていうふうにワンピースの25巻で言ってるんだよ、それがこのガラスのやつだったっていう25巻後の50巻、ようやく形だけ出てきて、その時はそれがキャプテン・ジョーのトレードマークと分からない、でその後にバギーがそれをもらうと、何巻にわたる伏線やねん。でまだそれ分かってないですもんね。まだ分かってないから、伏線っていう分かっていながらもみんなそれ忘れてることが多いんで、そうでもキャプテン・ジョン自体は出てきていて、スリラーバークでアブサロムの、部下みたいな形で、出てきてるわけですよ。そうだから結局その財宝があったのかなかったのかとか、そういうこともまだ分かってないんで、今までその2億ベリーの空島のお宝とか、スリラーバークの財宝とかあるけど、もうはるかに何兆ベリーとか下手したらキャプテン・ジョーのお宝を手に入れて、麦わらの一味がクソ金持ちになって麦わら大船団の設備を整えたりすることもあるかもしれないね。もしくは今後行くエルバフとか、今大変な目に遭ってるワノ国とかを救うために、俺らの財産全部これでやるからこの財宝でみたいな、パンってやって復興させたりとか、ルフィならそういう使い方をしなくもないかなみたいな。だからこのキャプテン・ジョンの存在ももちろん謎として考えると楽しいんだけど、財宝の使い道、そのありかもどこにあるかっていうのをすごく楽しみですよ。これも知っておくと今後の冒険がより楽しいんじゃないかっていうポイントです。いいですね。続きまして、物語の終盤で登場する眼帯の海賊。これ神木くんもこの前言ってたよね。言ってましたね。なんて言ってましたあの時。眼帯の海賊がもう出てるんですよって言って、なんかよくわからないやつ紹介されました。よくわからないやつ紹介されてそう、1回だけ出てるんだよね。でも終盤に出るって言ってるんで、その人とは違う人が多分出るんだと思うんだけど、一説にはそのジャンプのロゴマークの海賊だとか言われてるし、それはルフィがつけるんだとか、もしくは黒ひげなんじゃないかと、いろんなこと言われてるんですけど、それはね、今からでも誰につけさせるかって小田先生変えれると思うんだよ。変えれますね。そうでもそのどこでその眼帯が来るかっていうことを知って物語を見とくと、これが小田先生の描きたかったキャラなんだみたいなのがバッて見て分かりやすいやんか。だからそれがすごく楽しみ。通常の海賊ってやっぱ眼帯をしてるのがなんとなくイメージとシンボルマークみたいな、あれですよね、パイレーツ・オブ・カビリービアンな印象ですよね。全然言うてないよ。だから海賊って言ったらつけてるみたいなイメージがあるけども、ワンピースの世界の海賊はつけてない。そうだからゾロとかも単眼になってるけど別に眼帯をつけてるわけじゃない、でも何かしらに眼帯をつけたやつが一人出てくるんだったらすごく重要なんだ。それをいつ出てくるんだろういつ出てくるんだろう、ああ出たっていう多分楽しみって計り知れないと思う。そうですね。そう物語が進んで、こういう展開早くていいなみたいなのももちろん感動するんだけど、細かいこういう設定を知っておくと何倍にもその時の感動が大きい。きますね。っていうのがまず9個目でした。いよいよ10戦目のラスト。これね、多分ね、ワンピースファン界隈で、僕しか言ってるの聞いたことない。それぐらい僕 SBS にも投稿したいぐらいの内容をしましょう。しましょう。もう言っちゃうんだけどみんなに。書いとくんで。東やって書いて。最低やな。これだけで1本本当は撮りたい。高評価500以上ついたら、これだけ取り上げてまた考察会出すんで、もしよかったら高評価をしておいてください。お願いします。まず45巻。そう、僕45巻も特に好きなんですけど、この最後ね、バナロ島の決戦覚えてる？覚えてますよ、エース対黒ひげ。この戦いはもうめちゃくちゃインパクトあったやんか。だからそこに目が行きがちだ。いいんだけど、そこで黒ひげが言ってるセリフをちょっと聞いてほしいんだけど、あいつが俺の意中の悪魔の実を手に入れやがったんだ。船の掟じゃあ見つけたやつが口にしている。俺は図鑑に載ってる実の形は全て覚えてたから、それが俺の求め続けていた実だとすぐに分かった。ってことでサッチ、4番隊隊長のサッチが闇闇の実を手に入れたから、それをなんとか奪いたかった。でサッチを殺しちゃったわけだね。その事実だけじゃん。でも一番これ重要なのは、僕悪魔の実の図鑑が存在してることなんだよ。だって悪魔の実って存在すら知らない人多いよ、ワンピースの世界で。そうですね。イーストブルーとか言ったら一部の海賊だけしか知らないようなね、感じやんか。じゃあその悪魔の実に図鑑が存在するんだよ、みんな。これどう思う？だって悪魔の実って全部を覚えてるってことは、ほぼ網羅してるんだろうね、その悪魔。だからその悪魔の種類分だけページがあって、ビブルカードみたいに全部載ってると仮定したら、全部を知り得る人物が存在していたっちゅうことなんだよ。
これすごくない？空白の100年なんかに僕はよっぽどこっちの方が興奮してて、悪魔の実が何種類あるか僕らはもちろんわかんないよ。そうですね。それを全部載ってる本が存在するんだよ。おー。じゃあそこにもし時々の実とかもあれば、もうマニアックな実とかもあるかもしれないよ。それを全部載ってるものを読んでるんだよね、黒ひげは。そしてなんともう一人悪魔の実の図鑑をしっかり読んでる人物がいます。それはサンジ。そう、サンジも、スリラーバークの時にスケスケの実の能力者と分かったアブサロンにクソキレてた。それなんでキレてたかって言ったら、子供の頃からの夢だったと。そうっすね。女風呂を覗くってね。それがスケスケの実だったの。その悪魔の実の図鑑に載ってるから、スケスケの実だって分かってるサンジは。だからサンジも昔から悪魔の実図鑑を読んでた。で、その証拠に、時を経てこの84巻、ホールケーキアイランド編で、幼少期の描写があるんだけど、ここでしっかり、サンジは悪魔の実図鑑を読んでる。そうっすね。しかもここで初めて悪魔の実図鑑っていうものが、想像のものじゃなくて、実体としてあるように書かれてるんだよね。そう、本としてしっかり書いてあるんだよ。悪魔の実図鑑。このページ数、めっちゃ分厚いから見てみて、みんな今すぐ。そうなんすよ。これ多分ね、タウンページ5冊分ぐらいの厚さ。そんなあるかな？そう、まあ大きいっすよね。ジャンプ1ヶ月分ぐらいあるんちゃうかな？ありますあります。そう、だから、これ1ページに1つの実だとしたら、何千種類あんねんと。まあ確かに。それぐらいの量やって。これはマジで。じゃあそう思った時に、誰がこれ全部調べたの？これが世の中に存在してることすらおかしいのよ。だから、イム様、黒ひげ、シャンクス、黒幕、たくさんの説あるけど、僕は実は悪魔の実の図鑑をまとめたやつが最後の人間やと僕思ってるんですよ。なるほど。そう。だってこの世の全てを持ってるんだもん。情報を。多分海軍ですら全部把握してない可能性あるよ。確かに。ねえ。それを全部分かってて本にした人物がいて、例えばハンターハンターでもそうやんか。暗黒大陸のことをまとめたドン・フリークスっていう、おそらくはゴンのおじいちゃんか親戚か分かんないけど、それを言ってまとめた人間が存在するんですよ。そうですね。そう、だから悪魔の実が存在していることの理由は、まあ、早々に分かると思うんで、ワンピース読んでいけばね、こういう理由で悪魔ってのが存在します。悪魔の実の能力でこういう風に宿りますっていうメカニズムは。でも、悪魔の実の図鑑をまとめた人物っていうに注目してるのは多分僕なの。確かに。そう。だから僕 SBS に送りたいの。悪魔の実図鑑を発行してる会社はどこですかと。それをまとめた人は重要人物じゃないんですかって質問したら絶対採用されない気がするのよ。なるほど。重要すぎて。ありえますね。そうでしょ。だから僕悪魔の実図鑑を最初に作った人物って、すっごい最重要人物やから、もうベガバンクために重要やと思うんですよ、それって。そう、それがどこかのタイミングで悪魔の実図鑑を作った著者の話に過去編にポロって触れる瞬間があれば、昔から聞いてた悪魔の実図鑑の秘密っていうのを知れる気がして、なるほど。ワンピースがもっと深く楽しくなる瞬間だなって思うんですよ。濃くないこれ。いいっすね。そう。だからさっきのエネルギーステロイドとか、例えばボスキャラとか、生物とか、謎が分かりやすいよ、それって正体が。そうですね。そう、でもエネルギーステロイドって誰が作ったのとか、悪魔の水図鑑って誰がまとめたのっていう、その人物にスポット当てる感じ。こうやって、物から人物へ。ズニーシャに命令したのは誰なのっていう。その人物を想像していって、それが分かる時のワンピースの楽しさが、最近ワクワクする。そう。ポーネグリフを作ったのは光月家でしたとか。分かるとゾクゾクするんですよ。そうっすね。そういうことが、なんか今後の楽しみ方だなと思ってます。ほんと10世ラムの単位やった。もう本当にこれ好評だったら悪魔の実図鑑だけで一回撮りたいし、もっと高評価がついたら、また未回収のみんなが忘れてそうな伏線10選またやりたいパート2。パート2をね。だから今すぐ高評価してほしい。お願いしまーす。今日の動画面白かったよって人は今すぐ高評価とチャンネル登録お願いしますね。みんなどう思いますか？もしよかったらみんなが気になる伏線もコメント欄くださいね。それでは See you! バイ。今日も一日お疲れ様です。小屋ちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前は小屋っきーチャンネル。